どうも、ゴーです。シェア工房横の公園の杉の木の丸太を、器にしていく動画の、後編になります。前半の動画では、このように裏側を削って整えるまでをまとめてやりました。後半のこの動画では、内側をくり抜く作業をお届けします。まずはアリの巣が気になっていたライブエッジの器から内側のくり抜きをやっていきます。今やっているのはテノンにラップをかけているんですけども、これはですね、チャック状の鉄が、このテノンに直接触れるとタンニンと反応して黒くなってしまう現象が生木だと起きることが多いんですね。それを避けるためにラップをかけています。後でテノンを取り除くタイプのデザインであれば、黒くなっても特に関係ないんですけども、今回は、高台としてテノンを残すデザインにするつもりなので、黒くなっちゃうと後でそれをきれいにするのがめんどくさいので、このようにやっています。チャック状は13センチのものに付け替えてあります。この付け替えがですね、数分かかってしまう作業になるので、できるだけ回数を減らしたいので、3つまとめてやるような手順にしています。
クレーパーのバリを取り除いて作り直そうと思います。前半の動画でも説明しましたが、カーバイドの丸棒で、このように押し付けることによって鉄を伸ばして、それをひっくり返すことでバリを作るような作業になります。わずかにバリを感じ取れる程度の感じですけども、バリは小さければ小さいほど強くなるという噂ですので、それを信じて使ってみようと思います。ちょっと引っかかっている感じなので、ツールレストを高くして、スクレーパーが下向きの角度になるように調整します。ちょっと底の方が厚すぎたので削り直しています。ちょっとチャタリングが出て、跳ねてる感じですね。それで音が出てしまって、模様が跳ねた模様がついてしまっているような状況なので、それを直そうとしています。ちょっとキレがいまいちのような気がしたので、スクレーパーをグラインダーで研ぎ直しました。カーブのきついところに手持ちのスクレーパーが合わなかったので、レンタルのラウンドノーズスクレーパーを使っています。なんとかチャタリングの跡を消せました。杉の樹皮はもう柔らかくて絶対に剥がれるだろうという感じだったので全部取りました。これでカットは完了です。水分たっぷりでもうびしょびしょなので、サンディングはまだできません。なので乾燥してからのサンディングになります。ちょっと面白い形の器になりましたね。次は1枚目の皿の内繰りをやっていきます。
内側を削る時の手順はいろいろなやり方がありますが、今回は外側から仕上げていくやり方にしようと思います。内側に強度の高い部分を残して、周りに周囲のところに振動が起きにくいような形でできるだけ仕上げていくという方法です。振動が出ると外側を仕上げていくのが難しくなってしまうので、それを避けるための方法です。リムを整えていきます。最近こうやって山を崩しているだけの時に、ちょっと薄くしすぎてしまう、掘りすぎてしまうことがよくあるので、ちょっと注意が必要です。今回は結構手早くいい感じのカーブにできました。ちょっと繊維がボソボソになってしまっているところがありますが、これは乾いてからサンディングでなんとかするしかないですね。2枚目の皿も同様に削っていきます。
ちょっと薄くなりすぎてしまった気がします。言わんこっちゃないです。もうできる限り最低限の削りで仕上げられるようにスクレーパーで仕上げようと思います。薄くなっている時の音が響いてます。さあ次です。めっちゃいい感じですね。めっちゃいいじゃないですか。だいぶ結構バサバサになって、あそこにこんな感じになっちゃうところもあります。はい。すごいしっかりと。でもすごいしっかり大きさ取れましたね。そうですね。あ、いい感じでした。まだ間に合うんですか。まだあれもらっていいのかよ。いいじゃないですか。乾燥してどうなるか。ね。どんくらい動くんですかね。結構動きそうなんですけど。自分の間ですもんね。器のエッジに欠けが見つかったので、それを修正しようとしています。これは逆からやった方が良さそうですね。逆からやっても欠けが出てしまうので、両側から合わせようと考えてやってみました。シアスクレーピングも試してみます。逆の角度にしてみます。今試した中ではスクレーパーを斜めにした、シアスクレーピングが一番負荷が少なく綺麗に削れました。もう一枚の皿にも、縁の欠けが見つかりました。こちらも直さないといけないですね。
なんとか縁をきれいにできました。普通の杉なんてそこら中に生えていて価値の低いものなんですが、せっかく隣で伐採されて縁があってこのように関わることができたので、このような器にできて嬉しいです。かなり湿っていて急激に乾燥すると割れてしまうかもしれないので、木くずと一緒に紙袋に入れてゆっくり乾燥させます。乾燥後が楽しみです。